こんにちは。車のニュースの時間です。車が 1% でも好きな人は 100% チャンネル登録をお願いします。都市部を中心にレンタカーやカーシェアなどのサービスが充実し、マイカーを持っていなくても生活に困らないケースは少なくありません。その一方で、公共交通機関が少ない地域に住んでいたり、子育てが始まって荷物が増えたりするとやっぱり自分の車を持ちたいと考える人もいるのではないでしょうか。本記事では、年収500万円で家賃11万円のマンションに住んでいる人が人気車種の一つでもあるトヨタのアルファードをフルローンで買うのは無謀なのか、いくら稼ぐと手が届くのか解説します。アルファードを新車で買うと600万円以上。アルファードは広くて快適な空間を備えて装備も充実しており、子育て世帯をはじめ、若者から中高年、会社員、経営者など幅広い層に人気な車種の一つです。ミニバンの王者とも呼ばれることもあり、ミドルモデルに加えておもてなしを磨き上げたエグゼクティブモデルも用意されています。例えば、ミドルクラスの G ガソリン車には D の本体価格は540万円で、税金や諸費用を含めた初期費用はオプションをつけない場合でも約573万円となります。同じには D の G モデルでハイブリッド車になると、本体は620万円。初期費用はオプションなしで約630万円かかります。EX-ECUTRDLOUNG ハイブリッド車高になると、オプションの内容や組み合わせ次第で900万円近くになることもあり、一般的には高級車の部類に入ると言えるでしょう。フルローンを組んだら毎月いくら支払う必要がある？今回は、現時点で本体価格が最も安いミドルクラスの G ガソリン車に WD を購入し、初期費用が600万円かかると仮定します。マイカーローン会社は三菱 UFJ 銀行のネットでマイカーローンを利用して以下の内容で試算してみましょう。借入金額600万円、ボーナス返済分なし、元金据え置き期間なし、借入期間10年、利率年 1.5%、毎月の返済額は53,874円、年間64万6,488円で、総額では約646万円の支払いが発生します。もちろんローン会社の審査に通過する必要がありますが、本体をフルローンで購入すると毎月5万円程度の固定費が発生することがわかります。車を所有すると本体とは別で駐車場代や定期的なメンテナンス代、自動車保険や税金などの維持費を支払わなければなりません。ソニー損保が公表している2023年の全国カーライフ実態調査によると、ミニバンの1ヶ月あたりの維持費平均額は15,600円です。平均と同額の維持費がかかる場合、ローン返済額と合わせると毎月約7万円の支払いが必要となります。年収500万円では家計的に厳しくなる可能性が高い。家計への影響を考える際には額面ではなく手取りベースでシミュレーションすることをお勧めします。一般的に手取り金額は額面の 75% から 80% 程度とされることが多く、年収500万円の場合は375万円から400万円、月額約30万円となります。仮に月30万円でやりくりする場合、すでに家賃11万円を支払っており、これにアルファードのローン返済や維持費の支払いが追加されると20万円近くになる可能性もあります。何にお金を使うかは人それぞれですが、貯金もなく家と車だけで収入の3分の2がなくなってしまう形となるため、現実的とは言えず非常に厳しいのではないでしょうか。いくらあれば買える？フルローンの返済額と維持費が毎月7万円かかるなら、本業での昇給や副業などを組み合わせた収入アップで最低限度程度賄えるようにしたいところです。今回も家賃が10万円以上かかっていますが、実際には他の固定費や生活費などの支払いとの関係で状況が異なることもあります。ローンの審査は申込者の年収や勤続年数、資産の有無、過去の支払い実績、車以外でのローン返済の有無などを総合的に考慮して判断されます。明確な審査基準があるわけではないので一概には言えない点に注意しましょう。皆さんはどう思いますか？コメントで教えてね。チャンネル登録必須です。それでは皆さんのコメントを紹介していきましょう。アラフィフ世代ですが、車への興味は年々薄まっています。若い頃、欲しい車があり給料やりくりして今まで所有を実現してきました。身の丈に合った金額を選択新車及び中古車。しかしながら、頭金ゼロ、年収と見合わない購入は避けるべきだと感じます。家族もいるならなおさらです。車の一番の価値は人を乗せて移動できること、荷物も運べるし、雨が降っても大丈夫。この基本機能はどの車も備えている。だから家族奥様、子供が日々の生活を心配なく楽しめて、その上で車があるのが一番でしょうね。車購入で家族が苦しむことになるのは論外だと思います。フルローンで買うのではなく、例えば300万円頭金を入れて販売店の用意するローンではなくて銀行や農協のマイカーローンで購入すればいいのでは。所有者名義も自分になるし、
途中で売却もできるしカスタムも自由にできる審査が通るかは本人次第だが、3年5年以安価なワゴン R とかで我慢し貯蓄してから好きな車買えばいいと思う。ただし駐車場代、任意保険代、ガソリン代、自動車税、点検や車検整備費用、オイル、バッテリー、タイヤ代の必ずかかるので月々におよそいくらかかって支払えるのか十分に検討してから契約した方がいい。7年前にアルファードの V6 の本革シート、メーカー純正ナビ仕様を買いました。ローンも終わり大事に乗っています。実際はエスティマのフルモデルチェンジを待っていましたが、生産終了で思い切って買いました。当時は値引き幅も大きかったですが、今や値引きなしが当たり前ですが、ローンは銀行系で借りた方がトータルで得です。欲しいと思うときは買い時ですが、ローン、保険等の維持費とせっかく買ったが日常生活に余裕がなければ意味がないので慎重に。個人的には年収の 50% が買える車格だと感じますが、独身もしくは子なしだったら年収500万でもフルローンで購入しても破綻まではいかないかと思います。ただし貯金ゼロですと全て給料を使い果たしていることになるので、ローンに充てた分をどこかで削る覚悟は必要ですね。価値観は人それぞれですから、批判的な意見があっても欲しい気持ちが強ければ踏み切って良いのではないでしょうか。私は既婚子なしで年収500万、住宅ローン返済月8、5万ほどですが、新車乗り出し220万のコンパクトカーを現金一括で購入しました。私個人としては身の丈に合った車に乗るのが一番だと感じています。当然、誰もが欲しいものや必要なものはあると思います。必要なものは仕方ないが、欲しいものは単に物欲です。ローンが通るから購入できるじゃなくて、燃料代や保険代など加味して、生活を圧迫しないかどうかですよね。他人が不幸になるのは一向に構いませんが、私なら身の丈に合った新車か中古車を買い、まずは貯金など生活に余裕を持たせますがね。この円安と物価高で将来的に車の価値が落ちにくいのならありっちゃあり、アルファードってリセール価格も落ちにくいみたいだし、でもそういった資産防衛ではなく、自分が乗りたいからローンで乗るなら多分ダメなんだろうね。無駄に高いオプションとかつけてゴテゴテにしちゃうんだろうし、貯金ゼロは論外としても、今までは無駄遣いダメ貯金最強って感じだったけど物への投資も考えないとね。年収500万円で家賃11万円がそもそも身の丈に合ってない。アルファードも背伸び、金持ちってない人って物欲すごいですよね。俺も似たような年収ですけど、家賃は駐車場込み4万7千円。車は軽バンです。勝手に金貯まってくから生きてるのがすごく楽です。ミニバンの平均維持費用の月1万6千円弱と、ローン支払いを合わせて約7万円とあるが、駐車場代は、保険は新車でフルローンなら、車両保険は必須でしょ。10年ローンなら、3、5、7、9年目で4回の車検が必要なはず。これは計算に入っているのかな？購入はその人の自由。無謀かどうかは耐える方、選ぶ方次第です。自分個人の考えでは、年収を軽く超える車両価格のフルローン購入などまず考えない。購入候補に挙げても、無謀も何も10年ローンの時点で、選択肢から即消し、別に高級車に乗ったからといってそれに見合う人になれるわけではないし、裕福な生活を送れるわけでもない。支払いがきつく普段の生活の中でも我慢することが増えるし、見栄のためにそんな生活しても虚しいだけでは、特にアルベルに乗ってる人は見た目的に中身が伴わない人が多い印象。無理して乗ってると思われることはあっても羨ましがられることはないでしょう。車は年収の半分が目安。300万円以下の車があなたの実力です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。